ここは時空ガラス博物館第2展示エリア。ガラスの向こうでは古墳時代から飛鳥時代までの日本を生中継しています。ごゆっくりお楽しみください。世界三大墳墓の一つと呼ばれる墓が日本にあります。大阪にある大仙陵古墳前方後円墳。墳丘部の全長は約486メートル。現代の緑の丘とは全く違う白く輝く巨大な人工物だったとされています。エジプトのクフ王のピラミッド。底辺は約230メートル、高さは約146メートル。ヘロドトスによれば建造には約20年を要し、労働者は数万人規模だったとされています。中国の始皇帝陵。一辺約350メートル、70万人が38年かけたとも伝わります。この3つはしばしば世界三大墳墓と呼ばれています。古墳の周りに並ぶ埴輪。人、馬、家、武人。そうした埴輪は魔除けやここから先は特別な場所だと示す目印、そして死者を送る儀式のために置かれたものだと考えられています。その埋葬施設には銅鏡、鉄の太刀、勾玉などが収められていました。鏡、剣、玉、この3つの組み合わせは後に天皇の権威を示す3種の神器を思わせるものです。埼玉の稲荷山古墳から出土した鉄剣の銘文には若武大君の名が漢字で刻まれていました。これは雄略天皇を指すと考えられています。この鉄剣に刻まれた漢字も鉄の技術も大陸との交流によって伝わり、日本の人々の手で育てられていったものでした。その交流を支えたのが海を渡ってきた人々でした。朝鮮半島や中国大陸からやってきた人々、渡来人です。彼らがもたらした技術や知識は日本にもともとあった社会の上に重なり、新しい変化を生み出していきました。まず技術です。高温で焼き上げる硬い土器、須木。それまでの土器とは比べ物にならない強度を持っています。他にも鉄の鍛造や機織りなどの技術が日本列島各地に浸透していきました。そして漢字の使用が始まり、記録を残し法を定め、外交文書を書くことが可能になりました。さらに儒教、今から2500年ほど前、中国の孔子が説いた教えです。親や年長者を敬い、礼儀と秩序を重んじる。日本では後に社会の秩序にも影響を与えていく考え方の一つになっていきます。ではこの大和政権はどんな仕組みで国を治めていたのでしょうか。大和政権は大君を頂点に各地の豪族を従える形で支配していました。豪族には一族の名を示す氏と朝廷での地位を示す姓が与えられます。これが氏姓制度です。王友、物部、蘇我などの各氏族が軍事、財政、外交などの職務を世襲的に担い、大君を支えていました。そうした有力豪族たちを束ねながら大和政権は国を動かしていたのです。5世紀には倭の豪王と呼ばれる大君たちが中国の南朝に使いを送りました。ここでいう倭とは今の日本にあたる国のことです。当時中国の史書では日本は倭または倭国と記されていました。彼らは朝鮮半島をめぐる外交で有利な立場を築こうとしました。朝鮮半島南部の華屋地域とは鉄資源の確保などをめぐって密接な交流があったとされています。この鉄が武器や農具を生み、大和政権の力を支えていました。
しかし海の向こうからあるものが届いたことで、朝廷内での対立が一層深まっていくことになります。6世紀、百済から伝わったもの、仏教です。金色の仏像と経典、これを受け入れるか否かで朝廷は真っ二つに割れます。蘇我氏は受け入れを主張し、物部氏は日本古来の神々を守るべきだと反対しました。豪族間の主導権争いを背景としたこの対立は、最終的に武力衝突にまで発展します。結果は蘇我氏の勝利。物部の森荒の死により、物部氏は衰退し、仏教はこの国に根を下ろしていくことになります。そして蘇我氏は朝廷で大きな力を握っていきました。蘇我氏の支援を受け、日本初の女性天皇、推古天皇が即位しました。その政治を支えたのが御院にあたる聖徳太子です。太子は蘇我の馬子と協力しながら、天皇を中心とする国づくりを目指しました。官位12階。家柄ではなく、個人の才能や功績によって位を与える制度です。冠の色は6種類あり、それぞれを濃い色と薄い色に分けて12階とし、身分が一目でわかるようにしました。紫が最上位で、その下に青、赤、黄、白、黒と続きます。一族の名や家柄によって地位が決まっていた時代に、個人の能力が評価される道が開かれました。士族中心の話ですが、これは家柄のみに頼らない人材登用の第一歩でした。そうした仕組みが新たな国づくりの出発点となっていきます。17条の憲法、和をもって党としとなすで始まるこの文書は、役人としての心構えを説いたものです。仏教を敬い、天皇の命に従うこと、豪族たちの勝手を許さない中央集権への第一歩でした。607年、聖徳太子らは小野妹子を隋へ送りました。中国の進んだ制度や文化を学ぶとともに、外交的立場を示すための遣隋使です。その国書にはこう記されていたと伝わります。ひいずるところの天使、書を非没するところの天使にいたすと。それは隋と対等な立場を意識した国書でした。隋の皇帝煬帝はこの文面に不快感を示したと言われています。それでも倭国は属国としてではなく、対等な国として大陸の制度を学ぼうとしました。県隋史に同行した留学生や留学僧たちは、隋の政治制度や仏教の経典を持ち帰りました。彼らが得た知識は、後の大化の改新や律令国家の設計図になっていきます。聖徳太子が建立に関わったとされる法隆寺、後に火災で焼失し再建されましたが、現存する世界最古の木造建築群です。仏教はこの時代、単なる信仰ではなく、建築、彫刻、学問を含む文明そのものでした。しかし聖徳太子の死後、この国は再び大きく揺れることになります。聖徳太子の死後、蘇我氏の権力は歯止めが効かなくなります。蘇我の蝦夷氏と入鹿親子は、自らの邸宅を旧門と呼ばせるなど、天皇をもしのぐ権勢を振るったと日本書紀は伝えています。645年、中野大江の王子と中富の鎌足により、宮中で蘇我の入鹿は討たれました。一死の変です。その後、入鹿の父蝦夷氏も邸宅に火を放って自害し、蘇我本宗家は滅亡します。同じ645年、海の向こうでは遠く西域への旅を終えた三蔵法師玄奘が唐の都長安へ帰還。
仏教の経典と知識はその後の東アジアを大きく動かしていきます。蘇我氏という最大の権力者が消えたことで、朝廷の力関係は一変しました。中野大江の王子と中富の鎌足りを中心に天皇の権限を強める改革が一気に動き始めます。大化の改新です。すべての土地と人民は天皇のものという公地公民の原則が打ち出されました。豪族が私有していた土地と民を国家が直接支配する。日本という国の骨格がここで定まり始めます。藩伝収授の法。6歳以上のすべての人民に国が区分田を与え、死んだら国へ返させる仕組みです。戸籍に基づいて田が配られ、その代わりに祖として米を、さらに成人男性は長として特産物を、養として布や労役を負担しました。都までの往復は自費で、食料も自分で持参しなければなりません。行きは荷を担ぎ、帰りは手ぶら。途中で倒れる者もいたとされています。それでも国は改革の手を緩めませんでした。一方その頃、海の向こうでは唐が勢力を広げ、朝鮮半島の情勢も大きく揺れていました。倭国に決定的な危機感を抱かせる事件がこの直後に起きます。660年、朝鮮半島では大きな変動が起きます。倭国と深い関係にあった百済が唐と新羅の連合軍によって滅ぼされたのです。663年、倭国は百済の復興を助けるため朝鮮半島に大軍を送りました。白月の絵の戦いです。しかし唐新羅の連合軍に惨敗。日本は半島での足がかりを完全に失いました。この敗戦は大きな危機感を生みました。唐が攻めてくるかもしれない。九州では太宰府を守るために巨大な土塁、水木が築かれ、兵士たちが先盛りとして送られました。巨大帝国唐の侵略に備える必要に迫られ、倭国は慌てて国内の防備を整えていきます。中野大江の王子は天智天皇として即位し、国内の改革を加速させます。日本初の全国的な戸籍庚午年籍を作成。すべての人民を把握し、税を確実に集めるとともに、市政の確認や徴兵を容易にする基盤を整えました。しかし天智天皇の死後、皇位をめぐる争いが勃発します。672年、壬申の乱。天智の弟大海人の王子と天智の子大友の王子が激突しました。古代日本最大の内乱です。翌年勝利した大海人の王子が天武天皇として即位します。天武天皇は天皇の権威をかつてないほど高めました。天皇という称号が正式に用いられるようになったのはこの頃であるとも言われています。さらに律と令、つまり刑罰と政治行政の仕組みを定める法典の整備を命じました。天武は豪族たちの屍を再編して天皇中心の新たな身分秩序を定めました。さらに国の歴史をまとめる書物の編纂を命じます。後の古事記、日本書紀へとつながるこの作業は、天皇家の正当性や国家の由来を内外に示すためのものでした。天武天皇の意思は妻の持統天皇に引き継がれます。持統天皇は日本初の本格的な都城藤原京を造営しました。中国の都に倣った碁盤の目のような計画都市です。法典の整備も着々と進みます。
701年、大宝律令として完成。全国を国、郡、里に分け、法に基づいて天皇が支配する律令国家が成立しました。この先には奈良に壮大な都が築かれ、仏教文化が花開く時代が待っています。最後までご視聴ありがとうございました。今回は古墳時代から飛鳥時代までをお届けしました。この博物館を気に入られたら、ぜひいいねとチャンネル登録とハイプをお願いします。こんにちは、レキパロです。皆さんのコメントは本当にすべてありがたく読ませていただいております。皆さんの応援が本当に励みになっています。次回もお楽しみに。また会いましょう。バイバイ。